まにツヤツヤ。ほんま新車でやった方がいいっすよ皆さん、黒乗ってる人特にほんまに思います。めっちゃラメラメ。やっぱ樹脂のとこすごいっすね。髪出ますね。髪出ますね。すごい。触っていいっすか。さすが。わかる。触ってわかる。だいぶカスタムしてます。そうでしょ。前の GTR とは違うでしょ。インスタでも拝見させてもらってたんですけど、ありがとうございます。いやだいぶ作り込んでるなと思ってね、はい、このリフトアップとかやばいですね。だいぶ上げますね。はい、だいぶ上がってますね。で一応注意点であったりとか、はい、確認を一周ぐるりとさせていただきたいなと思ってるんですけど、はい、ここつけていただいたそのカスタムパーツは何も触れないです。ただ、はい、コーティングはしっかりとさせていただきますのでご安心ください。わかりました。あと樹脂に関しては一番大事なんですよ。一番最初にやっておくとそこからの劣化がなるべく遅らせることができるので。そう四駆系ほんまにやっとかんと後でみんな後悔してますかそうほんまにこう大体みんななりますもんね。そうなんですよ。しかもなんか僕も1回やってもらってるか分かるんですけど、これ1回やってもらったらめっちゃ黒が復活するというか新車やのにもっと黒くなるじゃないですか。そう深み出るんですよ。そうやってる車とやってない車で全然違うんで、はい、よろしくお願いします。あとはホイールなんですけど、はい、このままの方がいいですかね。安全性兼ねて考えますと、はい、大丈夫です。はい、なるべく当たる範囲をしっかりと施工させていただく形になります。ありがとうございます。はい。で、これからちょっと洗車をさせていただいて、はい、まずこの状態で見えない傷であったりとかをチェックさせていただくのと、はい、マスキングであったりとか、あと磨きを履いていって次のコーティングっていう本格的な作業の方に移っていきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、YouTube チャンネル Adobe メディアやらせてもらってます土本と言います。僕はですね四駆系のカスタムとか、最近やと GTR とかのサーキット行ったり楽しんだ動画を上げてるんですけど、基本的にはなんかカスタムした車を上げてるチャンネルになります。妻がもともと違う車 BM 乗ってたんですけど、妻が事故してその車廃車になったんですよね。でそのタイミングで FJ が出るというタイミングやったんで、これは乗り換えろということかなっていうので、FJ 購入したっていうきっかけです。僕実はあんまり色にこだわりってなくて、今まで乗ってる車もこの色がいいって買った車って一度も多分ないんですよ。だから色もバラバラ、所有してる車も色もバラバラなんですけど、実際乗ってみて、黒はちょっとメンテナンスしにくいかなって思いますね、自分では。早く来たらいいな。抽選に当たっても納車が結局遅かったらね、そんな目立てないというか、ここまでカスタムしても2番煎じとかになってしまうので、めちゃくちゃ早く、ディーラーの方でしていただいて、やっぱり FJ は実はオフロードのポテンシャルめちゃくちゃ高いんじゃないかなって僕はこれ買って1ヶ月ぐらいですけど思ってて、っていうのもやっぱりショートボディで日本の林道とか、オフロードコースもそうですけど、やっぱり狭いところが非常に多いんで、そういったところで FJ を走らすのが非常に楽しみっていうのと、足回り交換して非常に動く足っていうか、オフロードに強いサスペンションになったんで、それがどう動くのかっていうのも、今後注目してもらいたいポイントではありますね。それ何やってんですか今？スプレー。最後の洗車の後の仕上げなんですけど、シュッシュってやった後さーっと拭くんですけど、普段より揮発するの早いですよね。おお、めっちゃ早いですね。何ですかこれ？コンプリートっていう商品名で、洗車で取れなかった汚れとかも落とすことができて、コーティングとは違うんですか？撥水スプレーとかではない？簡易的なコーティングとしての役割に持っていて、コーティングを施工済みのものであったとしてもうっすらと被膜してくれるんで、コーティングをさらに保護しよう。なるほど、なるほど。もういいとこしかないじゃないですか。車両チェック表の方で確認をしていくんですけど、こことか、傷があるところ、ここはしっかりとメモしておいて、
でここも一応傷あるんですよ。膝ある。はい。これもですかね。でここもそうね。あ、はい。でこのステッカーに関しては緑のマスキング、その上に黄色のマスキングでかぶせてはい。補強しておいてください。全体的に樹脂パーツが多いんで、樹脂パーツにバフが当たらないようにしてもらったら大丈夫です。あと普段ついてないようなパーツとかもあったりするから、ポリッシャーの持ち方考えながらはいやっていきましょう。わかりました。やっぱり最初ノーマルで見た時なんかいまいちだねっていう感想だったんですよ。ただこうやってカスタムしてみるともうカスタムしないと乗れないわっていうような、カスタムしてよかったわみたいな感じですね。もういろんな4駆作ってきた中でやっぱり足回りを先にバシッと決めたいっていう思いがあって、まず最速でこの足回りリフトアップとかをしてるんですけど、完成度的にはもう 70% とか 80% とかまで結構いってるなと思います。ビューホイールさんで以前からですね、ドビンソンっていうこのサスペンション、今ついてるサスペンションがあるんですけど、これを取り扱ってるっていうのを前々から知ってまして、この FJ には一回これを組みたいなっていうので相談させてもらったら、ちょうど試作品であるよっていうことだったんで、今回このドビンソンを入れたいってなったんですけど、いつもやったら送ってもらって自分のガレージでつけるところなんですが、今回この FJ が納車されたタイミングでその1週間後にランドクルーザーフェスっていうのが富士スピードウェイでありまして、そこにランドクルーザー FJ を展示したいっていうこともあって、僕のスケジュールでは足回りをつけれなかったんで、今回はビーホイールさんにお願いしました。実は僕の妻のメインカーにこれを購入してます。立体駐車場が多いところに僕も住んでるんで、 2.1 を超えると立中に入れない、生活に支障が出るということで、妻の一番のご意見ですね。そうですね、もともと上げすぎるのは好きではないんですよ。なのでちょうどいい塩梅かなとは思ってました。ただ FJ を見たこともなかったんで 2.1 に収まるかどうかはほんまに車両を作っていく上で、どうなるかなわからないまま作ったって感じですね。ただビーホイールさんがうまいこと高さ気にしながらやってくれたんで、2.1 に収まったって感じですね。完全に僕が決めてますね、そこは。はい、ノーマルに乗れない体になってますね、彼女も。圧倒的ルーフじゃないですか。やっぱルーフって一番その背高くて無視しがちな箇所なんですけど、一番汚れがやっぱ溜まりやすい、一番ダメージが食らいやすいところなので、放置しない、無視しないっていうのが結構大事かなと思います。リセールバリューとか気にされる方やったら、もうほんまに全てにおいて気にしておいてほしいなとは思います。そうですね、樹脂パーツがすごく多い車両になるんで、放っておくと白ぼけたりすることがやっぱ多いんですね。だから全体的にイメージ変わってくるんで、樹脂パーツだからこそコーティングをやっといた方がいいと思います。はい。そうですね、もう納車前からもうこのバンパーにするっていうのは決まってて、このウィンチはもともと搭載予定ではなかったんですけど、去年一昨年ぐらいからオフロードコースとか雪山とか攻めていくのにウィンチが必要っていうのが、経験上分かってたんで、FJ でもきっといくだろうなっていうので先に前もってつけました。これはバンパーはうちで作りました。そうですね、これはやってくれるところはないんじゃないですかね、さすがに。実はオーストラリアって FJ 売ってないんですよ。なので、オーストラリアカスタムしようと思ってもちょっと違う。もうこのカスタムは国にとらわれず、僕が好きなようにカスタムしていきたいな、僕がかっこいいと思うようにいじりたいなって思ってます。ただそのオーストラリアで買ってきた部品もこの前のライト4点とか、そのウィンチとかその辺のものは全部オーストラリアで購入してきたものなんで大変やったんですけどね。オーバーサイズやったんですよ。だから追加料金払って持って帰ってきたっていう感じですね。そうですね、もうつけてる人がもう
片手もいないですね。3人、僕ともう1人ぐらい。これナイトホークっていうメーカーのやつなんですけど、デザインがまずかっこいいんですよ。でなおかつ日本とかアメリカとかではない例えば色が変えれたりするんですね。霧の時は黄色にしようとかっていうダイヤルなんかもついて、そんなんがあるのはこのナイトホークだけっていうので、今回これを選びました。ウィンチはこれめちゃくちゃ安かったんですよ実は。普段やったら僕ウォーンっていうウィンチメーカーのやつを使うんですけど、ウォーンがどうしても20万とか40万とかしちゃう。でもこれ実はオーストラリアで10万以下で買ってきたやつなんで、安かったから買ったって感じですね。これに関してはランドクルーザー250まで乗ってるじゃないですか。その前ハイラックスって車乗ってたんですよ。ハイラックスって車はアメリカでは売ってないんですよね。だからどこのカスタムを基準にするかって考えたらやっぱりオーストラリアなんですよ。そこから入ったのが一番のきっかけでしたね。でもアメリカのカスタムも実は好きなんで、この車なんかこのパイプのバンパーなんかはアメリカで流行ってる形なんです、でもオーストラリアのライトつけてたりウィンチつけてたりってあんまりアメリカではないし、オーストラリアでもありえない形をしてるんですよね。皆さん多分綺麗に乗ろうというかオフロードとかには行かないと思うんで、僕はこれは先陣切ってオフロードとか突っ込んでいってポテンシャルを確かめていきながらカスタムを楽しんでいきたいなと思ってます。洗車は、NOJ さん入るって分かってたんであんまりしたらあかんやろなと思いつつ、汚れてんの気になるから 4,5 回洗いました。1回カーショーに出してるんで、その時にワックスだけ1回かけてます。僕は綺麗な車一択なんで、もうどんな車乗っても綺麗でありたい。オフロード行っても絶対次の日洗車しますし、汚れてるのはオフロードコース走った日だけっていう形にしたいですね。今までの過去やってもらった2台の凄さを知ってるんで、もう信頼しきってるんですけど、今回黒ボディじゃないですか。新車とはいえどやっぱり小傷あるんですよ。僕でも気になるぐらいの小傷があったりとか、ツヤあるっすよ、あるんですけど、今までこの2台を見てきてやっぱりもっとツヤっとするじゃないですか。深みが出るというか、それを分かってるんで、その辺に期待をしたいのと、あとは前回セラミックコーティングしてもらった GTR なんかは一番最初にやってもらったのにもう1年ぐらい経ってますよね。まだちゃんとコーティングしてるんですよ。だからその辺を期待したいですね。やっぱり市販のコーティング剤だとどんだけ良くても3ヶ月ぐらいしか持たへんのかなって僕は思ってて、でも NOJ さんのやつはもう1年持ってるっていうこの実績もあるんで、もうその辺は期待してるというか楽しみにしてます。完成車両こちらにあるんで、はい、早速失礼します。もうあれですね、やっぱもう見たら分かりますね。見たら分かりますよね。もう全然違う。そう、全然違うんですよ。全然違う。触っていいですか？はい。使っていいんそれで。わかる。わかります。触ってわかる。やっぱ樹脂のとこすごいっすね。綺麗になってますよね。深み出ますね。深み出ますね。すごい。で今回はボディの方セラミックコーティングで、ホイールに関してはナノグラスホイールコート。ホイールめっちゃ綺麗な。そうですね。でガラスも全面撥水コーティング。バッチバチに弾くように。バッチバチ。ずっと乗るからな。はい、大事になります。ぜひぜひ。メンテナンスはどうしたらいいですか？定期的に洗車をしていただいて、月1の洗車が好ましいんですけど、はい、メンテナンスに関してはだいたい屋外駐車やったら2ヶ月に1遍程度で、屋内駐車やったらだいたい3ヶ月に1遍程度していただくことによって水垢がついてない状態に、時を戻すみたいなイメージですね。でメンテナンスでやらせていただいているのは水垢の除去であったりとか、あとは時々やっぱついてくる鉄粉の除去であったりとか、あとは結構自分では消せないような傷ってあると思うんですよ。そういったものはプロにお任せいただければ対応させていただいてますので、はい、ご安心ください。ありがとうございます。一番苦労したところどこですか？ここですかね。ここなんですね。天井じゃないですね。ここどこが一番苦労したんですか？やっぱりここ樹脂と干渉するんですけど、
ドアを開けたりとかするとここが完全にキワキワが狭くなったりするんで、なるほどこの状態で磨きをしていくみたいな感じだと思います。めっちゃ綺麗な後ろほんまにツヤツヤ。やっぱほんま新車でやった方がいいっすよ皆さん、黒乗ってる人特にほんまにほんまに思います、やっぱ小傷がね、普通の洗車でついていくのを防いでくれるんでね、はいセラミックコーティングは、もう絶対やった方がいい。他の淡い色やったらね正直目立ちにくいですけど、そうですね黒はもうダメっすよ黒はもう確実にセラミックしときましょうぐらいのあれですね。樹脂パーツに関してはコーティングは一時的に保護をしてくれるっていうようなイメージになります。樹脂が熱を持って油分をこう出してしまうんですよね。そうするとコーティングが押し出されて自然とちょっと取れていくような形になるんですよ。へでそれをまた白ボケてきたら無料メンテナンスの中でコーティング施工とかはさせていただいてますので、はいまた黒が復活するような形ーにななるほどりますし、なるほど、はいなるほまあ、このロールバーとかもコーティング済みです。どリアルなやつね。はい、リアルなやつです。めっちゃラメラメ。中だと分かりにくいですよね。全然違いますね、中と。いやほんまセラミックコーティングここから洗車傷がつきにくいじゃないですか。そうですねそれが最高です。最高です。最高気にせず洗える。そうですね。洗車好きなんですよ僕結構ね、はいめっちゃ洗車するんですよ、はいでも洗車傷つくじゃないですか。でも過去の車2台セラミックコーティングしてもらって、いやガンガン洗っても傷つかないってことが分かってるんで、そうですよね。ガンガンに洗いたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。